皆さんこんにちは。半分子夫婦です。トルコ編ついに最終回です。大自然のカッパドキアをお届けします。気球、乗馬、そして美味しいご飯にレッドツアー、もうめちゃくちゃ良かったね。そんな旅の様子を皆さんにお裾分けします。カッパドキア到着翌日午前6時です。眠い目をこすりながら気球乗り場へ向かいます。現地に着くとすでに気球の準備が始まってたね。近くで見ると想像以上に大きくて迫力がすごかった。まずはコーヒーと軽食で一息。12月のカッパドキアマジで寒かったからありがたかったね。はいやバーナーで中は温めてるんだよね。暖かい空気は上、冷たい空気は下から外へ出ていって浮くっていう原理らしい。これ発明した人ほんとすごいわ。DJ パイロット。まだ周りが少し暗い中で気球のバーナーの明かりがチカチカと灯ってる感じがすごい幻想的だったね。本当に。でも思ったより高くまで上がってちょっとビビっちゃったね。ちょっとビビってたな。綺麗だったね。約1時間の飛行が終わったらなんとシャンパンのサービス。実は12月は悪天候で飛ぶ確率が 30% 未満とも言われてたんだけど、初日で飛べてラッキーだったね。結局この後3泊したけどこの日以外は飛んでなかったからね。奇跡。さあホテルに戻って朝ごはんです。安定のチーズ、キュウリ、トマト。チーズ、キュウリ、トマト。イスタンブールからこれ毎日食べてるな。めちゃくちゃこのホテルの朝ごはん美味しかったね。なんかちょっと器とかも映えてたしね。オリーブとかもあってすごいなんか健康的な朝ごはんって感じだったね。確かに。揚げたてのフライドポテト。急にワンパク。テンション上がったねこれ。ここのご飯美味しかった。さあお腹も満たされたので少しホテルの周辺を散策してみました。猫が案内してくれました。ついてこいって感じでトコ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 ね。ちょっと歩いては振り向いてちょっと歩いては振り向いて。可愛かったね。午後は乗馬ツアーへ向かいました。僕らを担当してくれる馬はこの子たちです。なぜか後ろに後ずさり。ジェイクの馬はおとなしかったけど私の子は落ち着きがなくて大変だったね。結構暴れてたね。落ちるかと思ったね。危な。2時間ぐらいカッパドキアの大自然の中を満喫しながら進んでいきます。夕日綺麗だったね。夜ご飯は散策中に見つけた良さげなレストランへ入りました。内装がクリスマス仕様で雰囲気抜群。これはテンション上がるね。さあ今日の夜ご飯はこんな感じです。ここもお酒置いてなかったわ。ちなみにイスラム教の国あるある。こちらのお店の名物ツボケバブが運ばれてきました。肉や野菜を陶器の壺に入れて数時間煮込んだ料理らしいです。そして目の前で壺を割ってくれるパフォーマンスが名物らしいです。美味しそう。漬物っぽい副菜とほうれん草も頼んで野菜もしっかり補給していきます。風邪気味だからね。風邪ひいたね。がっつり。ツボケバブはお肉がホロホロで柔らかくて味がしっかり染み込んでいて最高でした。このナッツをペースト状にしたやつなんだけどす
すごい地味に辛くてパンが進んだね。なんか癖になる味だったね。結局パンも全部完食です。食いしん坊。食後はトルコ定番のチャイで締めます。私は猫舌なので舌やられました。ごちそうさまでした。翌朝は1日レッドツアーに参加しました。レッドツアーはギョレメ周辺の主要な奇岩スポットと歴史遺産を1日で巡る定番の観光ツアーなんだよね。犬とね猫がいっぱいいたね。このワンちゃんね、ここでお昼寝してたね。すごいとこで寝てた。出口でたくさんの猫がたむろしてまして、可愛いねなんてちょっと座ろうもんならあちゃーってね。こんな状態に。N ちゃんキャットウーマンキャットウーマンって周りの人に言われてたね。ただただ可愛かったね。3匹も気づいたらいてね。3日目はホテルをギョレメに移動したんですけれども、なんと雪が降っておりました。気球が近くで見えるホテルを予約したのにキャンセルで見られず。雪です。雪景色も綺麗だし着て替えようということで近くのカフェに入ってみました。そしたらこんな感じで絨毯とランプがいっぱいでザ・トルコな内装のおしゃれなお店でした。店員さんがサービスでトルココーヒーとチョコをくれました。なんか食べ方の作法も解説してくれました。あんまりちょっと意味が理解できなかったけどね。これ飲んで、これ食べて、これ飲んで、これ飲んで、これ飲んで、これ食べて、セイマンゲンセイマンゲン。トルコの人ほんと親切だよね。イスタンブールでおごってくれたおじさまといい、感謝感激でございます。確かに。追加でね、チーズケーキも食べたね。美味しかった。海外のチーズケーキ美味しいよね。確かにちょっと日本とは違うな。濃厚でね。そしてこのお店お皿とかがおしゃれだったね。凍ってる。さあ夜ご飯ですけれども、ちょっとさすがにトルコ料理飽きてきたので最終日はイタリアンへ行きました。トルコにいるのにね。これはお通し、なんかスパイスをオリーブオイルをねつけてスパイスをそこにつけてパンを食べるっていう独特な食べ方だったね。美味しかったね。なんかちょっとインドっぽい感じの風味だったな。フライドポテトとチキン注文しました。安定のやつ。安定だね。美味しかったねこれも。そしてパスタはトマト系とクリーム系を注文。これもね安定の味だったね。でもなんかパスタがめっちゃ上品なサイズでね、お皿は大きいんだけどなんか量は少ないっていうか、おしゃれなお店のイタリアンあるあるだね。いつものね我が家の感覚で頼むとそりゃ足りないよね。1人2人前とかね食べるもんね。そして N ちゃん塩かけすぎでしょ。これね全然味なくてびっくりしたんだよ。デフォルトは味濃いのが好きだもんな。でも久々のイタリアン
美味しゅうございました。さあ最終日の朝はホテルで味噌汁、日本から持参した味噌汁とスーパーで買ったヨーグルトという和洋折衷な締め実は2人とも風邪ひいてたんだけど、なんとか耐えて最後まで楽しんだね。そうだね、最初に俺が風邪ひいちゃって、それが N ちゃんにも移り、見事に移り、最後は2人でゲホゲホしながらなんとか耐え抜きました。本当に帰って1週間くらい死んでたよね。そうだね、大変な旅だった。海外行くと風邪ひくな、いつも飛行機の中でどっちかがでどっちかに移す最悪まあそんな旅の思い出も2人で語りつつ、家に帰るまでが旅行ということで帰りの飛行機に乗ります。まずはカッパドキアからイスタンブールへ。イスタンブールからは行きと同じくモンゴル経由で成田空港に帰るというスケジュールです。綺麗だったね。これも全部窓側の席を取ってね、景色も楽しんだね。行きと帰りでね同じ席だったんだけどそうそう壊れてたんだよな、イヤホンね、イヤホンジャックっていうのとか画面もね壊れてて、同じ機体だったんだよね。だから本当に同じでびっくりしたよ。確かに行きと帰り同じとこに座ったけど同じ機体ってありえるんだみたいな。ここだけ壊れてるやんっていう映画見れないっていうねでもスマホでつなげて見れたからよかったね。8泊10日あっという間だったね。あっという間の旅でした。さあ成田に到着。最後までご視聴いただきありがとうございました。